2013年4月15日、アメリカ・マサチューセッツ州ボストンで、この日も毎年恒例のボストンマラソンが開催されていました。レースがスタートしてからおよそ4時間後の午後2時49分。アメリカ北東部の都市ボストン。マサチューセッツ州の州都でもあるこの町では、毎年4月に世界6大マラソン大会の一つであるボストンマラソンが開催されます。ボストンマラソンの歴史は古く、1897年に第1回大会が開催されて以降、120年以上にわたって開催されている世界最古のマラソン大会です。アメリカでは独立戦争最初の戦いであるレキシントン・コンコードの戦いが行われた4月19日にちなみ、毎年4月の第3月曜日を愛国者の日と定めています。ボストンマラソンも毎年この愛国者の日に開催されており、テロ事件の起こった2013年は4月15日にあたりました。ボストンマラソンのコースはマサチューセッツ州ホプキントンのスタート地点からボストン中心部のボイルストン通りのゴール地点までの 42.195 キロです。2013年4月15日午前9時からグループごとにアスリート部門や車椅子部門の選手などが順次スタートを切っていきます。続いて午前10時からは市民ランナーのグループが順次スタートしていきました。市民ランナーたちがスタートしてから4時間後の午後2時、すでにアスリート部門は終了していましたが、毎年3万人前後の参加人数を誇るボストンマラソンでは、この時点でもまだ多くの市民ランナーたちがゴールを目指して走り続けていました。沿道では多くの観客がランナーたちに声援を送っており、特にゴール目前のボイルストン通りは、ひときわ歓声を送る群衆で溢れ返っていました。しかし、午後2時49分43秒。ゴール地点のすぐ手前で最初の爆発が発生しました。そしてその14秒後、最初の爆発地点から190メートル離れた場所で2回目の爆発が発生しました。現場にいた人々は警察、消防、あるいは一般市民など立場に関係なく、すぐさま負傷者の救助活動を開始しました。さらに、ボストン近郊の町や州全体から応援の医療チームが派遣されるなど、総力を挙げて負傷者に対応しましたが、結果として264名が負傷、3名が命を落としました。当初からテロ攻撃であることが疑われていた本事件は、連邦捜査局 FBI が捜査の指揮を執ることになりました。爆発現場を調査すると、すぐに爆弾の残骸が発見されました。釘、ボールベアリング、電子回路の基板や配線などです。さらに現場付近の建物の屋上から変形した圧力鍋の蓋も発見されました。これらを総合し、攻撃に使われたのは圧力鍋爆弾と呼ばれる手製の爆発装置だと判明しました。釘やボールベアリングは爆発のダメージに加えて殺傷能力をさらに高めるために入れられていたものでした。また当初はキッチンタイマーを使った時限爆弾だと考えられていましたが、後の調査でおもちゃのリモコンを使った遠隔操作による起爆だったことが分かっています。死者や負傷者の多くは主に下半身に傷を負っており、このことから爆弾が地面に近い位置に置かれていたことも判明しました。地面に近い位置で爆発したことで、頭や胸などに致命傷を受けることは少なかったものの、代わりに下半身にダメージを受けたことで、足や足首などを失うケースが多かったのです。16名が爆発もしくは治療のための手術によって手や足を失い、3名については複数の手足を失うことになりました。
しかし、この負傷者の中に重要な目撃者が含まれていました。一つ目の爆弾のすぐ隣にいたため、両足を失ったジェフ・ボーマンが病院で短いメモを残します。バッグ。男を見た。私をじっと見ていた。ボーマンはその後、さらに詳細な証言を行ったため、これが容疑者の早期特定につながりました。周辺の監視カメラや観客の携帯電話などから、ボーマンの証言に合致する男が発見されたのです。黒い帽子に黒いバックパックを背負った男。さらに調査を進めると、この男が別の白い帽子の男と行動を共にしているのが確認されました。後にタメルラン・ツァルナイフとジョハル・ツァルナイフと特定された2人の男。2人は実の兄弟でした。しかし FBI はすぐに容疑者2名の情報を公開することはしませんでした。情報を公開した場合、容疑者たちが逃亡・潜伏する可能性があったからです。ツァルナイフ兄弟もこの時点では自分たちの存在が当局にバレているとは考えていませんでした。ところが事件当日の午後から早くもメディアによる憶測報道や誤報が相次ぎました。挙句の果てに無関係の人物の写真を容疑者として新聞の一面に掲載するなど事態は深刻化していきました。この状況を受け、事件から3日後の4月18日午後5時、FBI はついに容疑者2名の写真公開に踏み切りました。しかしここから事態はさらに悪い方向へと進んでいくのです。ニュースで自分たちが容疑者として浮上していることを知ったツァルナエフ兄弟は次の行動を起こします。兄弟はボストンの北にあるケンブリッジでマサチューセッツ工科大学、いわゆる MIT の校内に侵入したのです。兄弟の狙いは警察官の拳銃でした。彼らはすでに銃を所持していましたが、武装強化のために新たな銃を手に入れようとしていました。アメリカでは様々な組織が独自の法執行機関を保有しており、MIT にもその名の通り MIT ポリスと呼ばれる警察組織がありました。写真公開から数時間後の4月18日午後10時半頃、校内の警備に当たっていた26歳の警官ショーン・コリアーが兄弟によって待ち伏せされ、パトカーの車内にいたところを銃撃されました。コリアーは頭に3発、右手に3発の計6発の銃弾を受けましたが、犯人はコリアーのホルスターから銃を抜くことができず、現場から直ちに逃走しました。コリアーはすぐに近隣の病院に搬送されましたが、そこで死亡が確認されました。逃走したツァルナエフ兄弟は現場から約3キロ離れたオールストンのブライトン通りで1台のメルセデス・ベンツの SUV をカージャックします。SUV を運転していたのは中国出身のダン・メンという男性でした。メンは携帯電話のテキストメッセージに返信するため路肩に車を止めていましたが、そこに男が助手席側のドアをノックして何かを話しかけてきました。よく聞こえなかったので、メンが助手席の窓を開けると、男はドアの鍵を開けて車内に乗り込んできました。男の正体はツァルナエフ兄弟の兄、タメルランでした。彼の手には銃が握られており、マラソンの爆破事件は自分がやった。ケンブリッジで警官を殺してきたばかりだといったことをメンに伝えました。ここから約1時間、メンは車内に監禁されたまま、兄弟と共に夜の街を走ることになります。兄弟の次なる目標はニューヨークのタイムズスクエアでした。彼らはその準備としてメンの ATM カードを使って現金800ドルを入手。その後、兄弟の弟ジョハルが自分たちがもともと所有していたホンダシビックを運転して追従、2台体制となりました。カージャックから約1時間後、兄弟はニューヨークまでの長距離ドライブに備えてケンブリッジに戻り、ガソリンスタンドで給油と食料の購入を行います。これがメンにとってまたとないチャンスとなりました。ガソリンスタンドで給油を行っている間、
弟ジョハルはスタンド店内で食料や飲み物を買っていました。兄タメルランと人質のメンは2人で車内に残っていましたが、この時タメルランは携帯電話でニューヨークまでのルートを調べていました。この隙をついてメンはとっさに車から飛び出し、道路の反対側にある別のガソリンスタンドに飛び込み、店員に911に連絡するよう頼みました。この時、車内に残されたメンの携帯電話や SUV に搭載された位置情報サービスにより、犯人たちの現在位置が当局側に知られることになりました。2013年4月19日午前0時過ぎ、ケンブリッジの隣町、ウォータータウン。この町で盗難車両の SUV が警察によって発見されます。発見したのはウォータータウン警察署に勤務するレイノルズ巡査でしたが、彼は盗難車両捜索の命令しか受けておらず、まさかそこにマラソンの爆弾テロ犯が乗っているとは思いもしませんでした。レイノルズ巡査はパトランプをつけずに SUV を追跡しながら無線で応援を要請。間もなく同じ警察署のマクレラン巡査部長が応援に向かいました。その後 SUV はデクスター通りを南下。途中で東に曲がり、ローレル通りへと入っていきました。応援のマクレラン巡査部長が追いついた時、ちょうどレイノルズ巡査のパトカーがローレル通りに曲がっていくところでした。応援が追いついたので、レイノルズ巡査はパトランプを点灯させて SUV に停止命令を出そうとしました。ところがその瞬間、突然 SUV を降りた人物がパトカーに向かって銃を乱射し始めました。兄弟の兄、タメルランでした。レイノルズ巡査は慌ててパトカーを後退させます。しかしそんな状況の中、応援のマクレラン巡査部長のパトカーがローレル通りに入ってきてしまいました。彼のパトカーもタメルランの銃撃を受け、弾丸はフロントガラスを貫通しました。その後も巡査部長のパトカーはタメルランの集中砲火を受け続けたため、犯人の注意を自分たちからそらすために、巡査部長はシフトレバーをドライブに入れて車を降り、無人のパトカーをゆっくりと前進させました。マクレラン巡査部長とレイノルズ巡査は動き出したパトカーを盾にしながら犯人に接近しようとしましたが、そこへ犯人たちが投げた即席爆弾が飛んできます。パトカーが盾になったため、2人は無事でしたが、車の窓は粉々に粉砕。2人は住宅の庭先や木の陰に隠れながら犯人に応戦し続けました。その間も時折、犯人たちから即席爆弾を投げつけられましたが、幸い2人は大きな怪我を負うことなく戦闘を続けました。この間、ようやく警察の応援が駆けつけ、銃撃戦に加わり始めました。すると、増えていく警官隊を見て覚悟を決めたのか、タメルランは銃を発砲しながら警官たちの方へと歩いてきました。しかし、50メートルほど進んだところで彼の銃は弾切れとなります。マクレラン巡査部長は彼に向かって降伏するように叫びます。すると突然、民家の裏に回り込んでいたパグリーズ巡査部長が現れ、タメルランに向かって発砲。さらに彼に向かってタックルを食らわせました。パグリーズ巡査部長がタメルランと揉み合いになっているのを見て、マクレラン巡査部長とレイノルズ巡査も飛び出し、犯人確保を手伝いました。しかしその間、兄弟の弟ジョハルが次の行動を起こしていました。彼は SUV に乗り込み、路上で揉み合いになっている警官たちに向かって猛スピードで車をバックさせたのです。パグリーズ巡査部長はなんとかタメルランを SUV の進路から引き離そうとしましたが間に合わず、警官たちはギリギリで回避したものの、タメルランは弟ジョハルの運転する SUV にひかれてしまいました。一説にはジョハルが警官たちが仲間に心臓マッサージをしていると勘違いしていたとも言われています。弟ジョハルの SUV に10メートル近く引きずられたタメルランはすぐに病院に搬送されましたが、4月19日午前1時35分、死亡が確認されました。結果としてこのウォータータウンでの銃撃戦はわずか7分間の出来事でした。この7分間の間におよそ200発から300発の銃弾が放たれ、うち56発は犯人側のものでした。また、少なくとも1つの圧力鍋爆弾が使用され、加えて5つの粗雑な手榴弾が投げられ、
そのうち3つが実際に爆発しました。この戦闘に加わったのはウォータータウン警察だけではありませんでした。ボストンやケンブリッジの各警察も応援に駆けつけ、さらにマサチューセッツ州の州警察だけでなく、ボストン大学警察やマサチューセッツ湾交通局警察まで応援に駆けつけていたのです。この銃撃戦ではマサチューセッツ湾交通局の警察官ドナヒューが味方の誤射によって重傷を負いましたが、その後一命を取り留めました。また、ボストン警察のデニス・シモンズが犯人の手榴弾で負傷、翌2014年4月10日に死亡しました。前述のようにアメリカでは各機関がそれぞれ独自の警察組織を保有していますが、このように複数の組織が同時に活動を行う場合、それぞれの権限の範囲や指揮系統についての問題が発生することがあります。今回の場合、味方への誤射だけでなく、周辺の家屋への流れ弾が数多く報告されており、一部の報告書では、警察機関の連携不足が一般市民を過度な危険にさらしたと指摘しています。結局、現場のウォータータウン警官たちが犯人の正体を知らされたのは銃撃戦が終わった後になってからでした。彼らはそれまでただのカージャック犯と戦っていると思っていたのです。兄弟の弟ジョハルが運転する SUV は現場から逃走しました。しかし現場にはまだ犯人たちが所有していたホンダシビックが残されていました。この車の情報から捜査当局は犯人たちをタメルラン・ツァルナイフ、そしてジョハル・ツァルナイフであると特定します。タメルランは死亡しましたが、弟ジョハルは未だ逃走中です。FBI は夜が明けるとジョハル・ツァルナイフの名前と写真を公開しました。また、パトリック州知事はウォータータウンとその近郊の市町村住民に屋内退避を行うよう自動電話で通達しました。その後、警官や装甲車に乗ったスワットチームなど様々な組織が各家庭を個別訪問し、ジョハルの捜索に当たりました。これらの捜索活動は 9.11 同時多発テロ以降で最も大きな組織間タスクフォースによって実施されました。ところが、これら大規模な捜索活動にもかかわらず、夕方になってもジョハルの行方は分かりませんでした。その後、屋内退避命令は解除されましたが、捜索班以外に住んでいたデイビッド・ヘネベリーが自宅の庭にあるボートの防水シートが緩んでいることに気がつきました。ヘネベリーが恐る恐るボートの中を覗いてみると、そこには血だまりの中でうずくまる人物がいました。ヘネベリーは午後6時42分、911に通報。捜索隊はすぐにボートを取り囲みました。やがてボートの中の人物が防水シートをつつき始めたため、警官隊は一斉にボートを銃撃しました。後に州による調査で、この発砲は一人の警官が犯人の動きに反応して勝手に発砲したのをきっかけに、他の警官たちも釣られて発砲してしまったものであると報告されています。このような一斉射撃は伝染性射撃と呼ばれており、一人が発砲すると他の人もなぜ発砲しているのかわからないまま発砲を始めてしまうという警察職員によく見られる現象だと考えられています。結局、現場のいずれかの指揮官が発砲中止を命令するまで数秒間にわたってボートは集中砲火を浴びることになりました。このような混乱も複数の組織が参加していながら明確な指揮系統が構築されていなかったことが一因となっているのです。そして通報から2時間後の4月19日午後8時42分、ついに投降の呼びかけに応じたジョハルが姿を現し、彼は身柄を拘束されました。マラソンでの爆弾テロから4日目のことでした。ツァルナイフ兄弟は2002年にアメリカに移住してきたチェチェン系移民でした。兄弟の母親が熱心なジハード支持者であったことや、2人がイスラム教徒であったことから、テロ組織とのつながりが疑われたものの、その後の調査で事件は兄弟の単独犯であったことが判明しました。ただし、兄弟はアルカイダの関連組織が発行するオンラインマガジンから手製爆弾の製造法などを学んでいたことも明らかになっています。ジョハルが残したメモによると、今回のテロ行為はイラクやアフガニスタンにおける米軍の軍事行動に対する報復であり、爆弾の犠牲者はアメリカが起こした戦争の罪なき犠牲者と同じように巻き添え被害を受けたというのです。2022年3月、
アメリカ最高裁判所はジョハルに対して死刑判決を下しました。その後、2015年には殺害された MIT 警察官ショーン・コリアーを偲んでショーン・コリアー記念碑が建立され、ボイルストン通りの2カ所の爆発現場にもそれぞれ亡くなった3名を偲ぶ慰霊碑が設置されました。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。